皆さん、こんにちは。今回の実験動画では、大人気のアニメドラえもんの設定で、AI がどのような物語を作るかを検証します。大まかな設定だけを AI に教え、最初の指示以外、編集は一切していません。本物のドラえもんとはどれだけ違うのか、一緒に確認しましょう。説1のび太の悩み。2050年、東京。科学が進化し、時空を超えて存在できる存在ドラえもんとのび太が住むこの世界は、一見平和に見える。しかし、過去と未来が交錯するこの空間で、人々の心の中には新たな問題が生まれていた。季節は秋、落ち葉が銀色のビル群に舞い降りる中、大気には微細なデジタルダストが漂い、時代の狭間に身を置く不安を彩っていた。部屋に入ると、のび太はじっと自分の机を見つめた。彼の顔は青ざめ、シャツは汗でびしょびしょだった。何かに追われるような表情をしている。ドラえもんが気づいた。何があったの、のび太。とドラえもんは青い顔で尋ねた。ドラえもん自身の顔は常に青いが、今は心の青さが強調されているようだった。ドラえもん、俺、学校でいじめられてるんだ。それに、このままじゃ未来が不安で、のび太の言葉は、砂漠に生えるわずかな草花のように、彼の心の荒涼とした風景に埋もれていった。ドラえもんは深く息を吸った。学校でのいじめは、凄まじく悩ませる怪物だ。それが未来への不安と結びつくと、その怪物は2頭になる。しかし、怪物は倒せるし、未来も変えられる。未来は水面下で形作られる氷山のようなもの。一つ一つの選択が積み重なって大きな形になるんだ。そう思っても、どうすればいいのかわからないよ。のび太はため息をついた。未来は織物のようなものだ、のび太。一本一本の糸が交錯して全体を形作る。今、君が抱えるその糸をどう組み合わせるかで、全体像は変わる。君はその織物の織り手だ。のび太はドラえもんの言葉に少し心を打たれるようだったが、まだ疑問と不安が彼の顔に書き残っていた。その顔は落ち葉のように、季節の変わり目の不安定な気候に翻弄されているようで、時代の風潮がその背後に見え隠れしていた。牛に未来の選択ゴーグル。ドラえもんは深く考えるような表情で、4次元ポケットに手を突っ込んだ。そして、一つの奇怪な装置を取り出した。それは未来の選択ゴーグルと名付けられたもの。フレームはきらびやかなゴールド、レンズは透明ながら多彩な色に反射している。これを使えば、おそらく君の不安が少しは晴れるだろう。ドラえもんはゴーグルをのび太に手渡した。装置はのび太の手の中でほんのりと暖かさを感じさせ、その瞬間、部屋全体がかすかに明るくなったように思えた。これは何？未来の選択ゴーグルだ。これを使うと、選択肢によってどう未来が変わるかが視覚的にわかる。未来はクリスタルのようなもの、多くの面と階層を持っている。このゴーグルを使うと、その各面を覗き込むことができるんだ。本当にそれで未来が見えるの？試してみればわかる。だが、このゴーグルは未来を確定するものではなく、可能性を示すものだ。選択は君次第だ。未来のゴーグルを通して見る未来は、本当に現実になる可能性があるの。見る未来は、一筋の光線が海面に反射するようなもの。それが実際に何を照らし出すかは、君がその光をどう使うかにかかっている。未来は、選択の海に浮かんでいる無数の船。どの船に乗るかは、君が決めることだ。のび太は、ゴーグルを持ち上げて顔に当てた。すると、彼の目の前には様々な未来が現れた。その瞬間、彼の目は驚愕と期待、そして微妙な恐怖で広がった。これは、何を見た？色々と、良いことも悪いことも。でも、それが全部僕の未来なんだね。すべては君が選ぶ。だが選択は、何かを得ることと同時に何かを失うことでもある。未来の糸は絡まり合っている。一つを引っ張ると、他の糸も動く。それが人生の織物だ。ドラえもんの言葉には哲学的な深みがあった。その言葉には、複雑な比喩が織り交ぜられ、のび太の心に深く響いた。
そして、未来の選択ゴーグルを通して、のび太は初めてその織物の一部を垣間見たのだった。しかし、その織物の全体像は、まだ見えていない。それは次の選択によって、どう変わるのか。その答えは、まだのび太自身にもわからない。そして、それがまさに、始まりの疑問と未来の選択が交錯する場所だった。節3荒廃した未来。のび太は再びゴーグルを手に取り、目の前に広がる未来の光景を注視した。一瞬のうちに、彼の視界は激変し、かつて繁栄していたはずの街は今や廃墟と化していた。建物は崩れ落ち、道は荒れ果て、空は暗く曇り、大気はひどく汚染されていた。何これ？のび太の声は驚愕と恐れで震えていた。どうしたのび太、何を見たんだ？ドラえもんは心配そうに問いかけた。僕が見た未来、それはもう、修復できないような状態だった。それは一つの可能性に過ぎない。人々が環境や他者に対して無責任な選択を続けた結果、そうなる可能性があるのだ。でも、それが現実になるなら、僕たちは何もできないじゃないか。何もできないわけではない。この荒廃した未来も、現在の選択によっては変えられる。未来は一枚のキャンバスだ。描かれる絵は君たちの手によるもの。もしそのキャンバスが暗い色で塗りつぶされているなら、明るい色で上書きすることもできる。でも、そのキャンバスにはもう暗い色が多すぎる。さあ、未来の画家よ。暗闇の中で、一筋の光を見つけることも芸術だ。その一筆が、他の多くの筆に影響を与え、最終的に明るい未来を築くこともある。ドラえもんの言葉には、深くて多層的な比喩が織り交ぜられていた。その言葉は、未来とは構造と流れが複雑に絡み合った川であり、その一滴一滴が選択と行動によって形作られると示していた。のび太は深く考え込んだ後、ゴーグルをゆっくりと外した。ありがとう、ドラえもん。僕、何かしなきゃいけないって強く感じたよ。それが大事だ。感じたことを行動に移す。それが未来を変える第一歩だ。のび太の目には、新たな決意が燃えていた。荒廃した未来のビジョンは恐ろしかったが、それは同時に彼に行動の必要性を突きつけていた。そしてその瞬間、彼はその未来が避けられる可能性、いや、避けなければならない責任を感じたのだった。節4選択の重要性。ドラえもんの言葉を受けて、のび太は内心で何かが変わっていくのを感じた。しかし彼はまだ、その選択の全貌がどれほど重要であるのかを理解していなかった。ドラえもん、未来を変えるって具体的にどうすればいいの？のび太は静かに尋ねた。優れた問題だ、のび太。未来を変える選択とは、石を投げ入れるようなものだ。石一つが水面に作る波紋は小さいかもしれないが、多くの石を投げ入れれば、その波紋は大きくなる。だから、僕たち一人一人が石を投げ入れるんだね。正確には、その石の投げ方、投げる場所、投げるタイミングが未来に与える影響を決定する。多くの小さな石が合わさって、最終的には大きな影響を与える。でも、それは僕一人でできることじゃないよ。確かに、君一人の力は限られている。だが、力を合わせればその限界は広がる。人々が同じ方向に石を投げ続ければ、その結果は計り知れない。ドラえもんの哲学的な言葉は、日常生活の選択に見られる一見無関係な出来事が、実は未来を塑造する大きな要素であると教えていた。まるで多面体のような複雑な選択が、積み重なることで形になるかのように。君たちが選択する未来は、大きな川のようなものだ。その川の水源は小さな雫から始まる。そしてその雫は、次第に合流し大河となる。最終的にはその水量が何をもたらすのか、それは君たちの選択にかかっている。この言葉を聞いて、のび太は深くうなずいた。確かに、選択とは一つ一つが小さくても、その積み重ねが未来を形作るのだ。ありがとう、ドラえもん。僕、何をすればいいのか、少しだけ分かった気がするよ。それが全ての始まりだ、のび太。
さあ、未来を形作る石を、しっかりと手に取ろう。ドラえもんの言葉に心を打たれたのび太は、新たな決意とともに、その場を後にした。その足元には、未来に投げ入れる第一の石が静かに転がっていた。そしてその石は、まだ小さいながらも確実に未来への大きな波紋を作り始めていた。節後静香ちゃんの疑問。のび太とドラえもんの深い会話を後に、静香ちゃんは小さな公園で一人、自分自身と向き合っていた。彼女はいつものように可愛らしいドレスを身にまとい、その髪は短くて整ったボブスタイルである。彼女の瞳は透き通るようにクリアで、その目には何かを探求する好奇心が宿っていた。突然、空から降り注ぐ夕日の光が静香ちゃんの前に美しい虹を作り出した。この奇跡的な瞬間に触れ、静香ちゃんは自分自身の未来について考え始めた。どうすれば、私は女性として未来で生き抜けるのだろう。彼女は独り言のようにつぶやいた。その瞬間、ドラえもんが彼女の隣に静かに座った。どうしたの、静香ちゃん。何を考えているの？静香ちゃんはしばらくの沈黙の後、言った。ドラえもん、私たちは未来を選べるんだよね。確かに、未来は選択によって作られる。それが私たちの話の大きなテーマだから。だったら、私が女性としてどう選択するかも大切なのよね。君の選択は、雨が地面に落ちて花を育むように、未来に多大な影響を及ぼすだろう。ドラえもんの哲学的な言葉に、静香ちゃんは心打たれた。まるで砂浜に打ち上げられた貝殻が次第に美しい真珠に変わるように、彼女も自分の選択で何かを変えられるかもしれないと感じた。でも、それが何かわからないの。女性として、私には何が期待されているの？期待とは、他人や社会が君に押し付けるものかもしれない。しかし、真の選択は、君自身の内面から湧き上がるものだ。君が何を求め、何に価値を見出すのか、それが最も重要だ。その言葉に静香ちゃんはうなずいた。ありがとう、ドラえもん。私、もっと自分自身を知って、自分で選択をしていきたいと思う。その精神こそが、未来を切り開く鍵だよ。静香ちゃんは微笑みながら立ち上がった。その足元には、彼女自身が未来に投げる第一の石が静かに転がっていた。そしてその石は、まだ小さいながらも確実に未来への大きな波紋を作り始めていた。鉄録ジャイアンの現実。公園から離れ、違う場所で別の心の葛藤が繰り広げられていた。ジャイアンはその巨体でサッカーボールを蹴飛ばし、ほんの少しでも心の中の闘志と不安を発散しようとしていた。彼は角刈りに近い短い髪と広い肩、そして力強い眼差しで、外見からもその気性の激しさが伺えた。力ってなんだ？ジャイアンが独り言でつぶやいたその瞬間、ドラえもんが彼の隣に姿を現した。力とは多くの形をとる、流動的なものだよ。水も火も風も、それぞれ力を持っている。君もその一つだ。ジャイアンはぶっきらぼうに答えた。だから何だよ？僕が力を使うのは、それが僕の強みだからだ。力は確かに君の強みかもしれない。でも、その力が何のために使われるのか、それが問題だ。ジャイアンは少し驚いた表情でドラえもんを見つめた。すると、ドラえもんは続けた。力は剣のようなもの。持ち主の手で正しく振るわれれば、正義となる。しかし、誤った使い方をすれば、それは暴力や破壊につながる。だったら、僕がどうすればいいんだ。ジャイアンの声には、今までにない躊躇と不安が感じられた。君が力を持つ理由は何か、その背後に何があるのかを考えてみることだ。力そのものは中立で、その使い方が全てを決める。ジャイアンは深く息を吸い、自分の心の中を覗き込んだ。すると、そこにはいつも他人に見せない、小さな不安と疑問が潜んでいた。多分、僕が力を使うのは弱さを隠すためなんだ。ドラえもんは静かにうなずいた。その自覚があれば、君はもう一歩前進している。力を理解し、それを正しく使えば、君自身も成長することができるよ。
ジャイアンは目を閉じ、その言葉を心に刻み込んだ。そして、その瞬間、彼の内なる世界にも、かすかながら新しい光が灯った。これはただの一歩に過ぎないかもしれないが、それは彼の未来に大きな影響を与える一歩だった。そして、その一歩は、見えない糸で静香ちゃんやのび太、そして他のすべての人々と繋がっていた。それぞれの選択が、未来の絵画に新しい一筆を加えていく。節7スネ夫の願望。夕暮れのオレンジが街に降り注ぐ中、スネ夫は屋上で一人、東京のスカイラインを眺めていた。彼のいでたちはいかにも裕福な家庭の申し子で、金色に近いブロンドの髪とオーダーメイドのスーツがその社会的地位を暗示していた。美しい夕焼けだねと、ドラえもんが現れた。スネ夫は驚かず、どちらかといえば期待していたような顔で答えた。ああ、美しい。でも、美しさは一瞬の花。いずれ闇が訪れる。君が言いたいのは、どういうことだい？ドラえもんは静かに問いかけた。富と成功、それが僕の家族から求められるもの。そして、それが全てだと言われ続けてきた。ドラえもんはほんのりと微笑んだ。富と成功も確かに美しい。だが、それらはまるで歌片方を持つのようなもの。一瞬で消え去ってしまう可能性もある。スネ夫は目を細めて考え込んだ。だからこそ、僕は常に頂点を目指している。ただ、それには何かが足りない気がしてならない。足りないものが何か、それが分かれば未来が変わる。もしかしたら、それは君自身の心の中にあるかもしれないよ。心の中に、スネ夫の声には疑問と好奇心が混じっていた。そう、心の底に沈んでいる石かもしれない。その石を探し出し、浮かび上がらせれば、新しい自分と向き合うことができる。スネ夫はしばらくの間、言葉を失った。そして、ゆっくりと口を開いた。多分、僕が求めているのは、富と成功を超えた何かもしかしたら、それは自分自身なのかもしれない。ドラえもんはうなずいて、軽く目を閉じた。その答えを見つける旅が、これからの君の選択を形作るでしょう。そして、その選択が未来の光となる。スネ夫は再び東京のスカイラインを見つめ、その胸中にある石がゆっくりと浮かび上がってくるのを感じた。それは確かに小さな一歩かもしれないが、その一歩が大きな変化をもたらす可能性をはらんでいた。それは彼だけでなく、静香ちゃん、ジャイアン、のび太。そして多くの人々と共に、未来の絵画に新たな色彩を添えていくのだった。節8 4人の未来。1週間後、4人は再びのび太の部屋で集まった。窓から差し込む夕日の光が部屋を赤く染め、その中でドラえもんは未来の選択ゴーグルを取り出した。みんなにも未来を見てもらいたいのです。ドラえもんはゴーグルをテーブルの上に置いた。静香ちゃん、ジャイアン、スネ夫は互いに顔を見合わせ、何も言わずにゴーグルを手に取った。空気は熱く、未来の可能性と選択が重く押しかかる。はい、おのおのがゴーグルをつけて、未来を見てください。ドラえもんの指示に従い、4人はゴーグルを装着した。眼前に広がる未来の景色はそれぞれ異なった。静香ちゃんは女性として社会でどう生きるか、ジャイアンは力と優しさのバランス、スネ夫は富と人間性、のび太は責任と自由。それぞれの未来は一筋縄ではいかない複雑な問題を投げかけた。ゴーグルを外し、4人は言葉少なにテーブルを見つめた。その瞬間、ドラえもんが話し始めた。見た未来はただの一つの可能性です。未来は変えられる。そしてそれは各々の選択によって形作られます。スネ夫が深くうなずき、僕たちは未来を選ぶ力を持っている。そしてその選択は、他人だけでなく、この地球にも影響を与える。静香ちゃんは柔らかく笑みを浮かべた。だからこそ、一つ一つの選択が大切なんですね。ジャイアンが口を開いた。力を持つことも、持たないことも、どちらも選択。何を選ぶかは、俺たち次第だ。のび太はゴーグルをじっと見つめ、僕たちの選択が、僕たち自身をも超えて、何か大きなものに繋がっていくんだね。ドラえもんは全員の顔を見回し、最後に言った。
選びながら生きるということは、未知の海に舵を取るようなもの。波に翻弄されることもあるでしょうが、その選択が新しい景色を作り出します。その言葉に4人は強くうなずき、未来への新しい一歩に胸を膨らませた。それは未来に広がる無数の道のうちの一つでしかないかもしれない。しかし、その一つ一つの道が合わさって、彼ら自身、そして地球の未来を作り上げていくのだと、彼らは確信した。節球決意、夕暮れが深まるにつれ、天空には星々が煌々と瞬き始めた。のび太の部屋では5人の存在がまるで星座を形作るように一点に集約され、その中心には未来への決意が広がっていた。このゴーグルは一体どうなるんだ？ジャイアンが率直な疑問を投げかけた。ドラえもんはしばらく黙っていたが、ゆっくりと答えた。未来の選択ゴーグルは皆さんが今日使った後、消えてしまいます。それは選択の重みを感じるための一時的なツールでした。スネ夫は金色に輝くロレックスをちらっと見つめ、時間は有限だ。でも、その中で何を選ぶかは僕たちの手にあるんだな。それが人生の美学です。ドラえもんは満面の笑みで言った。一度しかない今という時間に、どう生きるかを選ぶ力が皆さんにはあります。静香ちゃんがティーカップを手に取り、一口飲む。その瞬間、茶の葉が舞い上がり、水面に花を咲かせるように見えた。私たちは、一つ一つの選択で、未来の花を咲かせることができるのね。のび太は静香ちゃんの言葉に心から同意した。僕たちは未来を変えられる。そして、そのためには、今、ここで選ぶことが大切だ。ドラえもんは最後に一つ、小さな箱をテーブルに置いた。これは皆さんに送る最後のギフトです。箱を開けると、中には小さなコンパスが入っていた。未来への方角はこのコンパスにはありません。だって、その方角は皆さんがこれから決めるものですから。5人はコンパスを手に取り、その象徴する意味に思いを馳せた。未来は確かに広大で未知である。しかし、その未知さこそが選択の場であり、選ぶことで未来の地図を一緒に描いていく場なのだ。では、未来の選択を祝して、ドラえもんが言った。未来の選択を、みんなが声を合わせた。5人の顔には、未来への決意と希望が溢れていた。それは明日に向かって歩き出す5人の物語の始まりに過ぎなかったが、その一歩一歩が未来を形作っていくことを、彼らは心に刻んだ。そして、選択の星座が未来の空に静かに輝き始めた。前半はここまでです。いかがでしたか？ AI が想像したドラえもんの世界、面白かったでしょうか？この動画が気に入ったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。後半もお楽しみに。